タレまだ間に合うのか。おはいえなし。この動画は原神に次ぐ超有名ソシャゲ、そしてすでにリリースから2年半経っちゃってる崩壊スターレールを今更始める価値はあるのかについて、累計プレイ数300本以上のゲームオタクが忙しい皆さんの代わりに60時間プレイして得た結論をご紹介する動画です。スタレって何？なぜ目つけたの？やる意味あるの？ないの？なんでそう思うの？こんな構成で参ります。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずはそもそもスタレって何？なんでスタレに目つけたの？という経緯を少しだけ。崩壊スターレールとは中国のミホヨ社が出すソシャゲ、いわゆるホヨバゲーの一つです。超乱暴なあらすじとしては、プレイヤーは開拓者となって銀河をかける列車、星球列車に乗り、行く先の星々で起こる問題を解決していくというもので、宇宙を舞台にした冒険活劇、いわゆるスペースオペラものの作品です。同社がリリースしているおそらく世界で最も有名なソシャゲ、原神に続き、大体どこのセールスランキングでも第2位を誇ってますから、現行の中では最強格のソシャゲと言っても過言ではないかと思います。とはいえリリースは2023年4月ですから、この動画投稿時点ですでに2年半経過。さらにソシャゲは特に今年から来年にかけて多数の新作がリリースされる戦国時代を迎えています。そんな中、なぜ私が未来のゲームに備えずまあまあ期間経ってるスタレに手出したのか、一言で言うとファンの熱量です。私は小さい頃から生粋のゲームオタクで、これまでのプレイ履歴としてはさっきと被りますが、日本の据え置きゲームを300本以上、そっから MMORPG ファイナルファンタジー14をプレイ、そして黒ゲームズ社の名調でソシャゲデビュー。こんな感じです。中国のソシャゲとか日本のゲームの劣化版っしょという偏見は名調によって無事に消滅したんですが、じゃあ次ソシャゲ何やろうかなって考えて各ゲームのファンの様子を眺めていた時、一番ファンが満足そうにゲームしていたのが明らかにスタレだったんですよね。特にシナリオへの評価が高くて、他のソシャゲだと多かれ少なかれシナリオに対する文句ってあるんですけど、スタレはみんなシナリオをベタ褒めしていました。そこまでみんな褒めるなら私もシナリオやってみたい。ただ6週間おきに新シナリオが出てくる上、その1パッチあたりの分量も5時間ぐらい、なんかめっちゃ多くて、結果としてメインを追うだけでもすでにばっかクソ長いと聞いていたので、これで話合わなかったら虚しすぎるよなと尻込みしていました。かといってずっともじもじしていたら、その間にもシナリオがどんどん蓄積してしまい、まるで東京都内の不動産みたく気がついたら手つけられないほどの高値というか長編になっちゃうに違いない。うじうじしてる暇あったら手つけちまえという勢いで着手爆走しました。こんな経緯で60時間のプレイの末、メインクエにあたる開拓クエストのみをプレイし、この動画投稿時点で最新パッチであるバージョン 3.6 まで到達し、今更スタレを始める価値はあるのかという問いへの結論を得たのでご紹介します。結論、人による。本当はすっぱりと今からでもやれ、あるいはいやもう遅いと言いたかったんですが、これについては人によるって言うしかないと判断しました。でこれだと実質ゼロ回答なので、じゃあ誰にとっては今からでもやれで、誰にとってはいやもう遅いなのか、ここからしっかりとご説明します。まずその話に直接回答する前に、冒頭話したやつ、スタレのシナリオに期待したお前は結局スタレのシナリオに満足できたのかから回答します。満足しました。マジですごい。正直心の底ではまだ舐めてたんだと思います。原神、スタレ、全ゼロ、いわゆるホヨバゲーと呼ばれるゲームのプレイ人口がなぜ圧倒的に多いかというと、それは人気だからというより単純に先行者利得を得てるだけだと思ってたんですね。私は冒頭話した通り名調プレイしてたんですけど、名調の方が圧倒的にビジュアルは上ですし、シナリオだって直近のメインクエ超好きでしたし、バトルシステムについてもジャンルが違うから一概には比較はできないんですけど、決してスタレに劣っているわけではない。なんならスタレって結構オールドスクールな単性コマンドバトルなんで、名調の方がスタイリッシュさでは一枚上手なんじゃないかと思ってたぐらいにもかかわらず、名調がホヨバをぶち破るに至れないのは単純にリリース時期が後陣排してたからってだけでしょう。スタレプレイ前はこう思ってましたが、その考えは完全に崩れました。今グラについては名調の方が圧倒的に上と表現しちゃったので、均衡を取るためにあえてこういう比較表現を使っちゃうんですが、ことシナリオについてはスタレの方が圧倒的に上だと思います。後続のソシャゲはこれに勝つ必要があるのかと思うと正直同情するレベル。私のチャンネルの視聴者向けに別の例えをすると、私ファイナルファンタジー14のシナリオは世界のゲームのお歴々と比べても相当良いと思ってるんですけど、作り込みという視点においては14と同等かそれ以上かもなと思いました。シナリオの良さを語るのは私の苦手分野なのでうまい言葉が出ずめっちゃ歯がゆいんですけど、頑張ってキーワードひねり出すとすれば緻密さがやばい。イメージつきやすいんでどうしても名調引き合いに出しちゃうんですけど、名調のシナリオって良くも悪くもシンプルで、具体的には1パッチごとにキャラが1人、ガチャ
チャ用にピックアップされて、そのパッチのメインシナリオも、反則のためなのかピックアップキャラが主役になります。そのピックアップキャラと主人公が1対1で会話して、そのピックアップキャラの悩みを主人公が解決していく。で、次のパッチでは別のピックアップキャラが出てきて、メインシナリオもそのピックアップキャラ中心で、主人公とそのキャラが1対1で会話して解決していく。大体この繰り返しです。そういう構成だとどういう印象を抱くかというと、キャラの個別エピソードが小話として連続してる感じがして、名調の世界全体を主語にしたでかい話を味わってる感覚が若干弱い。それに特定パッチ内でしかそのキャラが登場しないからなのか、あるいは主人公以外のキャラ間の会話が少ないからなのかは分かんないんですけど、その世界にキャラが生き続けてる感覚がちょっと弱くて、言い方悪いんですが、ガチャの反則のために使い捨てられてる感を覚える時があります。ここ誤解を招きたくないんで強調するんですが、冒頭良くも悪くもと言った通り、私はこの名調のシンプルな物語構造が悪いとは全く思いません。むしろスタレを通じてそのシンプルさすら名調の優れた差別化戦略なんじゃないかと思うぐらいで、ここについては名調上げになるので別の動画で語ろうと思いますが、ともあれ今何が言いたいかというと、名調の話は結構シンプルですが、スタレはその正反対、行く先々の星で起きた問題を解決すると言ってしまえばシンプルなんですが、その解決するまでのプロセスがすごく緻密というか、例えばその星の中のある人物を取り巻く問題を解決するだけでも、その人以外の多くの人物を巻き込んで話が進んでいきますし、それを解決したと思ったらその人自身、あるいはその解決した問題っていうのが同じ惑星の次の話以降にも関与していきますし、それら順々に惑星内の問題たちを解決したと思ったら、実はそれらがこれまでに認識していた惑星外との問題とも関連していて、新たな展開を見せたり、その解決のための惑星外のすでに出ている人物と協力あるいは対立したりするし、でそうごちゃごちゃ絡み合ってるにもかかわらず、一つ一つのシーンがしっかり丁寧に時間かけて描写されているから、設定に負けて上滑ってる感もなく没入できて、なんて言うんですかね、ソシャゲのピックアップキャラ反則用シナリオじゃなくて大河ドラマみたいなんですよね。めちゃくちゃに作り込まれた世界設定のもと、善とも悪とも形容しがたい思想を持つ各勢力が惑星の問題解決という分かりやすいテーマの裏で高度に絡み合ってドンパチして、すごい！スタレのライターは日本のフェイトシリーズに影響を受けているようなんですが、この世界設定の作り込みとか人間参加がにじむテーマ性とかめっちゃわかる。私は1週間ぶっ通しで60時間スタレやったんですが、寝る間を惜しんでフェイトステイナイトに没頭していた当時と被るなこの遊び方と懐かしくなりました。でこのゲームで一番やばいというか、もはやきしょいと思ってるところがあって、これを6週間おきにゲームとして出してるんですよね。同じく超重厚なシナリオを誇るフェイトステイナイトはシナリオライターの那須きのこさんが基本書いて、ある日に買い切り型ゲームとして販売して終わりなんですけど、ソシャゲのスタレは6週間おきに出してるので、どっかのインタビューでも見たんですけど、確かライターも5人だったかな。とにかく複数人でシナリオを執筆していたはず。ソシャゲのシナリオって基本そういう分業体制を取ってるからこそ、名調のシナリオみたく各パッチ間の話の独立性っていうのが高くなりがちなんだと思うんですけど、対してこのスタレのシナリオのパッチ内あるいはパッチ間の緻密さ、とても分業で作り上げている代物とは思えないです。統括ライターをポンと置いたからって実現しうる品質ではないはずで、そこにモーションなりフィールドなり背景なりバトルといったゲームとしてのパーツを装備して6週間おきにリリースしてるっていうのは、ゲーム開発として狂気的な生産性だと思います。同じくインタビューでプロデューサーがゲーム開発の産業化工業化を意識していると言っていましたが、その発言は伊達じゃないと感じました。基本私は萌え豚ゲーやるときっておっぱい大きくてスケベな女性キャラが1秒でも多く出てほしくて、男キャラは全員早く退場しろって思いながらプレイしてるんですけど、スタレはキャラの掘り下げが全員丁寧なので、この私ですら男含め全員気に入っています。パイノンもモーディスもアナイクスも好きです。言語化能力が追いついてなくて、スタレのシナリオをこれ以上褒められない。どういうところがいいって言えばいいのかな。開拓者の先輩の皆さん、ぜひコメントで教えてください。でここまでの話だけで言えば、冒頭言った今更始める価値あるのかの回答、ある、さあやれになるんじゃないの。なんで人によるになっちゃうのと思うかもしれません。ここからはそう言いよどませる要素を3点ご紹介します。1点目、シナリオが長い。配信見てくださった方はお分かりの通り、このゲームに限らない私のプレイスタイルなんですが、私は基本的に一切寄り道せずにメインシナリオだけを突っ走ります。サブクエはもちろんやらないし、メインシナリオで任意に話しかける人とかも一切話しかけませんし、ガチャ用アイテム入ってる宝箱すらほとんど拾いません。それにフルボイスも全部聞かず、テキスト読み取れたらポンポン読み進めるたちです。そういうラフなプレイスタイルである私ですらメイン追いつくのに60時間かかりました。多分一般的なプレイヤーなら80時間ぐらいはかかるかと思います。となる
とさすがにちょっとおすすめしにくいんですよね。スタレは現時点で4つの惑星を舞台に旅していて、私のプレイ時間も添えてご紹介すると、ヤリーロ6編が4時間、先週ラフ編が4時間、ピノコニー編が20時間、オンパロス編が32時間でした。後半2つが極端に長いのは2つ要因があって、1つは単純に後ろ2つがバカ長いということ、もう1つはシナリオの前評判がいいのも後半2つだったので、私自身後半2つはそこそこちゃんと読んだんですが、前半2つは流し見したことによるものです。で、さっきストーリーベタ褒めしたんですけど、私はうわおもろってなったの、実は3つ目4つ目からで、もっと言うと3つ目のピノコニー編の最終盤からなんですよね。それまでは特にピノコニー編って登場人物が多い上にお互いずーっと人狼ゲームやってるので、話を理解するだけでも疲れてしまって、やべえ評判いい言うけど正直合わねえかもと内心思いながら配信やってたんですが、最終盤に謎がバタバタ明らかになってから急に面白くなってきましたという私の体験があるので、私にとって面白くなり始めてきた20時間までは皆さん頑張ってねって手放しに言えるかというと、って感じ。もちろん20時間までつまらないのかというと全然そんなことはなくて、作り込み自体はほんとしっかりしてるなと思うんですが、ただ娯楽が他にも溢れる時代の中、それら全部脇に置いといて20時間捧げるべきレベルなのかというと、そこまでは至らないのかなというのが私の所感です。長い、これがおすすめと言いよどむ要素1つ目でした。2つ目、シナリオがむずい。まあ緻密の裏返しというか宿命ですね。すっごく難しいです。まずシンプルに舞台あたりの登場人物が多いし、登場人物以外の専門用語もゴリゴリだし、何かにつけて別名つけてくるし、頭いいシナリオライターが頭いいキャラ作って、そいつらが真意を隠してのらりくらり頭いいこと喋るし、時間軸も場所も曖昧なままシーン切り替わるし、伏線は平気で数パッチにまたがるし、中華芸らしくやたらめったら多い比喩表現も相まって読み進めるのにかなりエネルギー使います。さっきから動画の左上にメモ帳が表示されてるかと思いますが、これは前評判のいいピノコニー編とオンパロス編についてはガチで理解しようとメモりながら進めていた残骸です。それでもちょいちょい話が理解できずに諦めるシーンがあったぐらいなんで、少なくともガチるならメモは必須だと思います。加えて物語の理解については、私のような後発追いつき組ならではのディスアドバンテージもあると思っていて、リアルタイム組って強制的に話が切られるので、その後 SNS とかでファンの間であのシーンってああいう意味だったんじゃねとか会話したり、公式から順次提供される PV を見たりして、次のパッチに向けて頭を作る時間が設けられると思うんですよね。後発全力爆走組というか、私はそういう時間も作らないまま突っ走っちゃったので、洗面器に水浸して顔突っ込んだ気持ちのまま必死にシナリオを追っかけてました。今でこそ私はシナリオ解説考察サイト見て、あれってああいうことだったんだってキャッキャしてるんですけど、その遊びに浸れるまでに必要なクソ長い無酸素運動を全員やった方がいいよと私は胸張って言えるかどうか。小説読む生きがいで世界にダイブしてしっかり話を噛み締めていくタイプの方なら楽しく消化できると思うんですが、そうでない方だとなんかよくわかんねえわって思いながら目を滑らせ続けて、結局カタルシス得られないまま終わっちゃうんじゃないかなと思うので、全員には勧められないなと思った次第です。むずい。これがおすすめと言いよどむ要素2つ目でした。そして最後3つ目。ここは前2つ以上に賛否が出るかなと思うんですが、私としてはスタレは結構シナリオ一本足の印象です。例えば散々引き合いに出してる名著もスタレと比べればシナリオはシンプルと言いましたが、厳密には物語の構造がシンプルってだけで、同じ中華芸だけあって専門用語とか比喩表現はバンバンなので分かりにくいところも結構あります。ただ名著は正直思考放棄してても別の要素で楽しめるところがあって、まずグラが最強であるということ。普通の会話の時すらキャラコロコロ動くし、ムービー入ろうものならもう変態品質だし、あともう一個分かりやすいのがエロですね。正直そんなシナリオ面白くない区間でもスケベな格好したキャラがおっぱいブルンブルン言わせてたら、私としてはもうやる気元気いわきになるので安直かもしれませんが、やはりエロという飛び道具は強い引力なんだと思います。一方でスタレはどうかというと、唯一全カ国対応しているリップシンクについては狂気的だと思ってるんですけど、その他のグラやモーションについてスタレを始める動機づけになるほど圧倒的に優れてるもんがあるかというと、高水準ではあるんですが傑出はしてない印象です。エロについてもスケベな格好をしたお姉さんはいて、ピクシブは活況を呈してるんですが、ゲーム内で露骨な描写やモーションはありません。いやことスタレにおいては正直私ですらエロいらんと思ってますし、いやエロ控えめでいいと思ってますし、そここそが男女隔てて愛されるゆえんと捉えてるんですけど、ともあれ私が言いたいのは、スタレはストーリー以外でそこまで大興奮する要素はない印象なので、これまで話した長いむずいストーリーにはまらないと結構きついかもなという意味で一本足という表現をしました。
ターン制コマンドバトルっていうシステムも同類の日本の据え置きゲーを死ぬほどやってきた自分からすると、システムそのものは実直ではあるんですけど、今からゴリゴリ課金して高難易度ガンガンやるかっていうとって感じなので、同じようなゲームプレイ履歴の方相手にバトルシステムを引き合いに出してスタレをおすすめするかっていうとしないかなって思います。ちなみにシナリオだけじゃなくてキャラもええやんけって思う人いるかもなので補足するんですが、私もそこは同意見なんですが、シナリオがいいからこそキャラが好きになると思ってるんで、シナリオがいいという私の言葉にはキャラがいいっていうのも含意されてると捉えてください。今更やる価値があるのかっていう問いに対し、私が人によると言いよどんだ理由は以上で、最後にまとめると、期待していたシナリオは20時間ぐらいプレイしてからバッカクソ面白かった。重厚な世界観に没入してテキスト噛み締めながら読み進めていくタイプの人なら、今日こんなエネルギーのあるゲームシナリオなんてなかなか摂取できないから絶対にやった方がいい。一方で長くてむずいシナリオ一本足の印象もあるので、今お話ししたことで尻込みするようであれば、無理にスタレをやるっていうよりは、特に今年から来年にかけてはソシャゲや MMO の戦国時代が始まるので、そっちに手を出すのが無難かなというのが率直な感想でした。最後ちょっとネガティブな言い回しだったんで誤解のないようになんですが、私に限って言えば60時間の可処分時間をベットした賭けに勝った気分でいて大満足しています。すでに原神が5年以上稼働し、現時点で差し入の気配が見えない中、スタレも最低でもあと数年は稼働するでしょう。とするとこの先数年6週間おきにこのレベルのシナリオを味わえる権利を得ましたし、さっき言った通りこのレベルの難解なシナリオはガーッと一人でプレイするよりリアルタイムでみんなでワーワー言いながら消化していった方が絶対面白いですから、きっとこの先のゲーム体験は今よりももっと面白くなるはずです。しかも基本プレイ無料。意味わからん。ほんといい時代ですね。ちなみに無課金でも余裕で楽しめたんですが、その話は後日の動画に譲りたいと思います。ここまでの話でスタレ気になってきた方、6週間後に新章始まるんでぜひ私と一緒に始めましょう。スタレ好きな開拓者の方、スタレの何が好きですか？逆に脱落休止している方、スタレのどの辺がきついですか？コメントでぜひ教えてください。今後もスタレはシナリオを配信したり、シナリオの感想とか色々動画も出します。これからスタレ一緒に楽しむぞって方、あるいは自分はやるつもりはないけど私の配信通じて新章を覗いてみるかって方、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で流します。そちらもフォロー何卒おつゆなし。